はい、皆さんこんにちは。ミキのチャネリングセッションです。私、高千穂ミキは大自然から送られてくるメッセージを読み取って皆さんにお伝えしています。今日は子育てについてです。大自然は私たちに子育てについてどのようにメッセージを送ってきているのでしょうか。チャネリングしていきたいと思います。あなたがお子さんをお持ちなら、その体験を思いながら、またお子さんがいらっしゃらない方は、ご自分が子供だった頃のことやご両親を思い出しながら、この大自然のメッセージをご覧いただければ、お聞きいただければと思います。この地球上には人間を含めて約870万種の生物がいると推定されているそうです。しかもそのうちの 90% が未発見なのだそうです。870万種ってすごいことですよね。地球は本当に豊かな生命の星なのですね。そのすべての生物が子孫を生み、命をつないで今日まで続いています。生命の誕生、それは神秘に満ち満ちています。例えば、アメリカ・カリフォルニアのジャイアントセコイア。皆さんはアメリカのカリフォルニア州のヨセミテ国立公園というところに、ジャイアントセコイアというヒノキ科の巨大な樹木が生息しているのをご存知でしょうか。世界でも最大級の大きさで、根元の周囲が20メートルから30メートル以上、高さは80メートルを超え、樹齢は2000年から3000年もあります。そして外皮は燃えにくい材質で作られていて、寿命が尽きるまで成長が衰えないのだそうです。私たちが特に見せられるのは、このジャイアントセコイアの誕生のメカニズムです。大変に大きな松ぼっくりのような形をしているこの木の実の種は、非常に硬い殻で覆われています。それが100年に一度は起きる山の自然火災によって周囲が焼け野原になった時に、初めて種の硬い殻が割れ、地面に落ちて発芽を始めます。つまりジャイアントセコイアは100年に一度の山火事があって初めて誕生することができるのです。生命で誕生の神秘は私たちの興味を引きつけてやみません。自然界に生きる人間もその例外ではありません。たった一つの細胞にたくさんの奇跡が重なって、私たち人間が新たに誕生するのです。さて皆さんはもうお気づきでしょうか。人間は目に見える肉体と目には見えない魂とでできています。肉体は体の設計図とも呼ばれる DNA の情報に基づいて
細胞、器官、臓器の特徴が先祖から子孫へと受け継がれていきます。肉体は生まれると成長を続け、やがて老いて寿命を迎えます。一方、魂は大自然から送り届けられます。子供となる魂は自らが親を選んで生まれてきます。次の世はこの両親のもとに生まれ、このような経験を積んで成長をすると決めて地球上に生まれ出てきます。そして魂は一生をかけて成長を続け、肉体が滅びるとまた大自然のもとに戻り、再び次なる人生へと生まれいでる輪廻転生を繰り返して成長し続けます。よって母親のお腹の中の子に魂が宿った時に初めて妊娠したということになります。科学で解き明かされている生命の謎はほんのわずかです。私たちが本当のことを知るには想像力を働かせる以外にはありません。間違いないでいただきたい大切なことをお伝えするならば、一つは特にお母さんへ。子供はあなたのお腹の中から生まれ出てきますが、あなた方両親の所有物ではありません。たくさんの奇跡が重なって授かった命はあなたとは別の魂、一人の人間です。あなたが母親になったということの意味は、尊い別の命をお預かりして大切に育てさせていただき、成人した後は社会へ送り出すという役目を授かったのであるということをどうぞ忘れないでください。もう一つはお子さんに、あなたは自分で親を選んで生まれてきたのだということを思い出す必要があります。思春期に親を鬱陶しく感じるのは、巣立っていくため、独立のための後押しです。間違っても産んでくれと頼んだ覚えはないなどと言うべきではありません。なぜならそれは親のセリフだからです。親にはあなたを欲しいと頼んだ覚えは全くありません。ただ授かった命をお預かりしただけなのですから。子育てを終えた皆さん、ご苦労様でした。あなた方にはうまくできなかった悔いが残っているかもしれません。でも頑張った。それでいいのです。あとは子供自身が自力で成長していきます。成長した子供たちはあなた方両親のことをこの世に産んでくれただけでありがたかったなぁときっと思うようになることでしょう。そしてこの人生では子供を持たなかった皆さんはすでに前世で子育てを立派に果たし終えている人たちです。皆さんがこの人生ではこれらの経験から学ぼうと決めてこの地球に生まれました。
すべてがこれでいいのです。あなたは経験から何を知りましたか？何を学んでこられましたか？大自然から私たちに与えられているのは、経験から知恵という宝物を拾いながら進む、何があっても成功に終わる人生なのです。最後までご覧くださり、お聞きくださり、皆様ありがとうございました。